こんにちは、ちーです。本日は引っ越し後初となる業務スーパーの購入品を紹介していきます。引っ越し前にできるだけ食材のストックを消費して物がない状態にしておいたので、今回は予算を決めずに多めに購入してまいりました。コメントでご説明いただいた商品なども買ってまいりました。ただ新居はこの後キッチンなど水回りのリフォームがあるので、まだストックがたくさんできない状態です。とはいえいつもよりも多めに購入してまいりましたのでご紹介いたします。よろしければ最後までご覧ください。まずは冷凍品からです。冷凍さぬきうどん178円でした。こちらは業務スーパーといえばの定番商品かと思います。もっちりしたさぬきうどんがレンジとかで簡単に解凍できて作れるという商品です。結構もちもちしていて美味しいさぬきうどんです。お値段も味も申し分ないのですが、冷凍庫の容量を取ってしまうっていうのが唯一の問題点です。今は冷凍庫空きがあるので今回購入してきました。次にヨーロピアンシュガーコーンのショコラ味です。258円でした。ショコラ味は売っているところが限られているのですが、今回行った業務スーパーには売っていました。うちはノーマルタイプよりもショコラ味が好きなので、見つけたら購入することが多いです。5個入りで奇数なので夫と喧嘩にならないように分けようと思います。冷凍品最後がシーフードミックスです。348円でした。パスタとか中華丼とか使いたい分だけ使えるので、シーフードミックスは常備するようにしています。近隣のスーパーを見たのですが、今のところ業務スーパーが安いかなと思っています。冷凍品は以上になります。次に冷凍品です。まずふりかけるチーズ 250g で338円になります。こちらは何度もリピートしているチーズです。業務スーパーには何種類かチーズ売っていると思うんですが、うちではこちらのそのままでも焼いても食べれるタイプを購入しています。以前カロリーカットのものを買ったのですが、やっぱりこっちの方がコクがあって美味しいねっていうことでこちらを購入してきました。チーズもう1個購入してきました。森永乳業のスライスチーズ10枚入りで198円になります。いつもは先ほどの細かいタイプのチーズを使うことが多いんですが、今回は子供の日が近いのでちょっとこちらのチーズでハサミとかで切ってデコレーションとかできたらいいなと思って購入してきました。先ほどのチーズよりは割高かなと思うんですが、やはり子供ができるとこういう出費が増えるなと思っています。次にざるラーメン138円でした。本日はちょっとバタバタしていたのでお昼にこちらのざるラーメンをいただきました。普通のスーパーで買うともうちょっとお値段するかなと思うので、2人分で138円なのでかなりコスパいいかなと思います。こちらは他にも梅タイプがあったんですが、夫は梅が食べれないのでこちらにしました。あとは似ている商品で冷やし中華もあるのですが、結構そちらの冷やし中華はお気に入り商品なので今回はざるラーメンにしてみました。いただいたところちょっと味が甘めかなっていうので、こちらもうちょっとしょっぱめが好きだったので個人的にはリピートはないかなと思っています。あとは麺が 90g なので気持ち少なめかなっていうのと、つゆがストレートタイプなので水で割ったりしなくても作れるのは簡単なところかなと思います。ただつゆもちょっと少なめだったのでお値段なりかなっていう感じはしました。こちらの冷やし中華シリーズは結構好きなので今後買うなら冷やし中華になるかなと思っています。次にお豆腐です。
絹ごしで38円でした。商品名が重点豆腐って書いてある容器にぴったり入ったタイプの豆腐は長持ちするので、ついに使わないなっていう時には重点豆腐を選ぶようにしています。賞味期限も1週間以上あります。冷蔵品最後です。スパイシーカレーチキンレッグを購入してきました。こちらは378円です。こちらの商品はコメントで教えていただいて購入してきました。この湯煎で温めて食べれるタイプの商品はあまり購入したことがなかったので楽しみにしています。夏野菜が美味しい時期になってきたので、焼いた夏野菜を添えたりしていただこうかなと思っています。冷蔵品は以上になります。次にお野菜を紹介していきます。ミニトマト149円です。今近くに八百屋さんがあるのでそちらの方がお安いかなと思ったのですが、この前行った時にカゴに入れ忘れてしまったみたいで購入することができていなかったので今回購入してきました。ミニトマトは夫が食べれないのですが、もうすぐ子供の日があるのでその彩り要因として購入してきました。次にブロッコリーです。見切り品で120円でした。こちらも彩り要因ですね。若干黄色くなっている部分はあるものの、まだ美味しく食べれそうかなっていうので今回はこちら120円で安かったので購入してきました。ニラが59円でした。近くの安い八百屋さんでも59円では買えないかなと思って、こちらの業務スーパーもお安いものはかなり野菜も安かったのでとても助かります。お野菜類は以上になります。以前行っていた業務スーパーではお野菜類は特別安くはなかったのですが、新しい家の近くの業務スーパーは品揃えは特別多くないのですが安いお野菜結構売っていたので、近くの安い八百屋さんと併用して使っていきたいなと思っています。お野菜類は以上になります。次に常温商品紹介していきます。まず米粉です。国産米を使用した米粉が 1kg 入って398円でした。米粉は気になっていたものの今まで買ったことがなかったのですが、日本の商品で国産米を使っているっていうことで今回購入してみました。うちではお米はふるさと納税や実家から送られてきているものをいただいていることが多いのですが、今お米かなり高い状況かなと思います。私も今母乳育児をしていて、お米系のものを食べると結構母乳が安定しやすいっていう風に母に聞いたので、ちょっとお米を多めに食べるようにしているのですが、今回そのバリエーションの一つとして米粉で何か作れたらいいなと思って購入してきました。またこちらでレシピ紹介できればなと思っています。次にお米つながりでお餅 1kg で498円でした。こちらも国産のうるち米のみを使用していてシンプルな材料で作られています。電子レンジでもできるんですが、やはりお餅は煮ていただいた方が美味しいなって最近改めて気づいたので、お湯でしっかり煮て作っています。国内産きなこ88円です。私はお餅は甘くして食べるのが好きなのできなこを購入してきました。原材料も大豆のみで国産なので安心かなと思います。お餅やヨーグルトなどに入れて食べようと思います。次にフライパンで簡単パスタシリーズを2つ購入してきました。こちらのシリーズ結構好きで、多分全ての味いただいたことがあるのですが、トマト系が特に美味しくておすすめです。今回はトマト&チーズパスタとトマト&モッツァレラのマカロニを購入してきました。両方とも218円です。パスタの方は 175g で、マカロニの方は 184g で、若干マカロニの方が容量が多いです。こちらのシリーズで以前ボロネーゼも売っていて、ソイミートを使っていたボロネーゼだったので結構美味しかったんですが、今はホームページなどを確認したところ売らなくなってしまったみたいです。もし見かけた人とかいれば教えてください。
他にもカルボナーラとかチーズとかバジルとかもあったと思います。野菜とかツナ缶とかと一緒に煮て食べると簡単に栄養もタンパク質も一緒に摂れるのでおすすめです。次に高野豆腐を購入してきました。368円です。高野豆腐は乾物なのでかなり長持ちします。これも3ヶ月ぐらい常温で保存することができます。お豆腐なのでタンパク質を摂ることができるので高野豆腐は常備しています。次に塩昆布です。165円でした。塩昆布もいつも常備していたのですが引っ越しがあったので今一旦在庫がない状況でした。きゅうりだったりピーマンとかごま油と塩昆布で和えると美味しくいただけるので簡単な副菜としてよく使用しています。次にマカロニです。 500g 入って138円でした。シチューの余りでよくグラタンを作るので今回購入してきました。お値段はお安いのですが味は特に可もなく不可もなくっていう感じだったのでこちら購入してきました。次に素焼きミックスナッツ648円を2つ購入してきました。ナッツも以前は毎朝食べていたのですが引っ越しを機にストックがなくなっていたので購入してきました。西友とかカルディとか無印良品などでもナッツを確認したのですがやはり業務スーパーで買うのが一番お安いかなと思ってこちら購入してきました。ナッツは業務スーパーで購入するようにしています。次にオーガニックオートミールです。 500g 入って248円でした。業務スーパーにはオートミールもたくさん種類があると思うのですがオーガニックのこちらのタイプを購入することが多いです。ただ売っている時と売っていない時があるので売っている時にはこのオーガニックのオートミールを選ぶようにしています。以前オートミールクッキーの作り方を動画にしたのですが手作りグラノーラも今度作ろうかなと思っているので購入してきました。さっきのミックスナッツやきな粉チョコレートとかと混ぜたら美味しくできるかなと思うのでまた動画作れたらなと思っています。大きめの白滝を2つ購入してきました。1つ39円になります。白滝も常温保存できる商品で 100g あたり6キロカロリーなのでかなりヘルシーなダイエット向きの商品になっています。こちらもいくつか店舗見ましたが業務スーパーが一番安いので白滝やこんにゃく類は業務スーパーで買うのがいいかなと思っています。次にトマト缶108円でした。トマト缶は特にこだわりはないのですが業務スーパーがお安いかなと思って業務スーパーで購入するようにしています。また近隣のスーパーとか確認しながらどこが安いのかなっていうところを確認していけたらなと思っています。次に鰹節10パック入って148円でした。こちらもストックがなかったので購入してきました。国内の鰹節のみを使用しているのでこちらも安全にいただける商品かなと思います。次に赤味噌 1kg で248円でした。こちらは製造が丸米になっています。以前別の赤味噌を購入したのですがちょっと夫が土っぽい香りがしてあまり好きではないっていうことで今回は丸米のものを購入してきました。以前買ったものよりは数十円高かったのですが今回こちらの赤味噌を試してみようと思います。次にスパゲティ 1.5mm 500g で125円でした。以前購入していた商品が取り扱いがなくなってしまったみたいなので今回は新しくこちらを購入してみました。業務スーパーはかなり大容量のスパゲティを売っていると思うのですがうちでは口に合わないってことだったので大容量は買わないようにしています。こちらは初めて買うのでこちらが以前買っていたものの代用として美味しければいいなというふうに思っています。次に SB の柚子胡椒88円でした。こういった SB の商品も近くのスーパーで買うよりも業務スーパーがお安いので業務スーパーで購入するようにしています。ジャンツォンジャンです。すいません言いにくくて278円でした。こちらも業務スーパーで大人気の商品かなと思います。これよりもかなり大きいサイズも売っていると思うんですがこちらのサイズであれば悪くなる前に
使い切ることができるので、うちでは小さめのサイズを購入するようにしています。生姜は使う機会が多いので、スープとかお豆腐にかけたりとか、あとは生姜焼きとかチンジャオロースとかお料理にも使えるので、常にストックするようにしています。次に調整豆乳1本151円でした。マルサンの商品になります。豆乳もいくつか種類あると思うんですが、こちらの調整豆乳が他の商品よりもお安くてセール対象だったので購入してきました。妊娠中にミルクティーにハマってしまって、牛乳を飲むと肌が荒れてしまうので、豆乳でソイミルクティーを作っています。豆乳は開けなければ常温で長持ちするので、こちらも半年以上賞味期限があるので2本購入してきました。最後が辛ラーメンの激辛です。1個100円でした。カップラーメン体にいいものではないので、たまにのご褒美みたいな感じで食べてたらなと思っています。辛ラーメン自体はカップではないタイプのインスタントの辛ラーメンは食べたことがあって、それぐらいの辛さであれば美味しく食べることができました。カップ麺のタイプは食べたことがないのですが、激辛で100円で結構お安いのかなと思ったので購入してきました。結構辛いものは好きなので、辛めの商品でおすすめとかあればぜひ教えてください。以上35点で8121円でした。今回はもう予算を決めずに購入していたので1万円ぐらいいくかなと思っていたのですが、思ったよりは金額を抑えられたかなと思います。また購入した商品のレビュー動画なども撮ろうかなと思っているので、ぜひチャンネル登録などしてお待ちいただけたらと思います。それでは以上になります。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。